ゼルバスメロディです。今日は初めてのザルツブルグにやってきました。今日は12月19日金曜日、現在は夜の6時半です。今日の2時半頃にウィーンを出発して車で約3時間半かけてザルツブルグへやってきました。もちろん今回の目的もクリスマスマーケットです。ザルツブルグのクリスマスマーケットは世界で最も美しいとされているものの一つで、まず最初に行くザルツブルグ大聖堂前のクリスマスマーケットは世界で最も古くから開催されているものとも言われています。その歴史はなんと15世紀まで遡るそうです。ロスゲーツ。いやー、ザルツブルグのクリスマスマーケット想像していた何倍も広くてびっくりしています。で、結構スタンドが本当に一個一個すごく大きいですね。背も高いし、一つの店舗がとっても大きいです。上にライトがこんな風に飾られてるのがちょっとケルンのクリスマスマーケットを思い出していい感じですね。とっても焼きたてアップルシュルーデルだけ頼むつもりが、これが焼きたてで目の前で出てきたのでどうしても我慢できず美味しそう。すごいチーズが伸びる。ネギと人参と玉ねぎかな。玉ねぎもツッロッあんまり聞いたことないね。こことミラベル広場のクリスマスマーケットは9時で閉まってしまうのであんまりゆっくり見れないんですけど、売ってるものはウィーンのクリスマスマーケットとそんなに変わらないですね。例えば向かいのチョコレート屋さんゾッターっていう、私がクリスマスマーケットパート1のフライング広場で最後にご紹介したホットチョコレート屋さんのお店なんですけども、ウィーンで一番美味しいチョコレートってなんだって聞かれたらゾッターって答える方が多いっていうぐらい人気なチョコレート屋さんです。フライング広場だったらいろんなホットチョコレートの種類が選べてとても面白いお店でしたね。ホットチョコレートやってないのかな。あ、やってる。あ、フォンドゥって書いてる。わー、アップルシュルーデルバニラソースつけていただきました。ほんのりあったかい。めちゃくちゃうまいです。めちゃくちゃバニラソースがいいね。レーズンとシナモンがなんかはっきりしている。私はアップルシュルーデルが一番好き。ゆこはなんて言ってたっけ。ハトルト。意外と、あ、本当。カイザーシュマーレンより、カイザーシュマーレン。カイザーシュマーレンは美味しいけどフルパイがもともと大好きだから5、3で想像していた何倍も広かったので思ってたより時間を費やしてしまいました。これから歩いてそんなに遠くない10分ぐらい橋を渡ったところにあるミラベルプラッツのクリスマスマーケットに行きます。ミラベルプラッツはミラベル宮殿の前のクリスマスマーケットで、ミラベル宮殿は、サウンドオブミュージックのドレミが歌われたシーンが撮られたところです。爆速で歩いたね。今何分？17分ってことは5分ぐらい着いた。 Google マップの半分の時間結構ここはこじんまりとしたクリスマスマーケットですね。ローカルのグッズの方がクリスマス関連よりも多く売っている印象です。陶器類だったりハーブ、クリ
リスマスマーケットの終わりまで来たらミラベル宮殿の入り口があります。今回1泊するお部屋です。3つ目のベッドがありました。水回りも綺麗ですね。シャワーとかも。グーテンモーゲン、ザルツブルグ2日目の朝です。もう本当に1週間以上ぶりに青い空が見れて、もうなんか涙が出そうなくらい嬉しくて、というのも毎日毎日すごく空が真っ白で、太陽もほぼ出てこないし、最後太陽見たの先週の金曜日かな。しかもそれもなんか本当に数十分出るかなっていうぐらいで、ここに来る途中ももう本当に霧深くて、道が真っ白な目の前の中、旦那に運転してもらったんですけど怖かったです。思っている以上に夫婦ともにすごいこの天気に、初めてのヨーロッパの冬に心が沈んでいて、ビタミン D はもう本当に11月の中旬ぐらいから取り始めたんですけれども、天気によるしんどさがあって、ね、だからクリスマスマーケットもね、気持ちを上げていくには本当に今必要で、今日もいくつか巡る予定です。今から中心部に行って少しカフェに入って朝ごはんを食べに行こうと思います。もう嬉しすぎる。空が青くて嬉しすぎる、本当に。太陽って美しい。もう二度と日がささない。こんなに気持ちいいんだ、太陽って。夏はさした誰も夏さしてなかったけど、なんか気持ちが今分かった。ヨーロッパ人もさしてる人はいるっちゃいるけど、私は絶対さしてたけど、もうなんか気持ちが分かった。さしたくない。めっちゃ美味しいチャイラテ。チェリーとチョコレートのケーキで、チェリーの酸味もちょうどいいし、結構酸っぱいチェリーいっぱいあるけどここは本当に美味しい。今日は24時間のザルツブルグカードを1人31ユーロで購入しました。もともとホテルからいただいたゲストカードで交通機関は無料で乗れるんですけれども、このザルツブルグカードも交通機関は全て無料で、かつザルツブルグ内のほとんど全ての、観光スポットは入場は無料でカバーされるので、行きまくろうと思っています、このカードで。ここでソッター買うのが一番安いね、多分。全部5ユーロ以下じゃん。ウィーンに行ってたらフライング広場のクリスマスマーケットが同じ値段。フライング広場 4.8 ユーロって言われたから。ただこんなにいっぱい種類はなかったかな。あとはマンナーも有名ですね、こちらのお土産としては。
あの黄色い家がモーツァルトが生まれた家です。ではこっちはモーツァルトの住んでいたお家に来ました。ドレミの歌って日本語と英語どっちで覚えてる？日本語に決まってんじ日本語？私日本語の方が全然わかんない。ドーナツだっけ？ゃん。そう、ドアドーナツ。日本語だったら頭文字だもんね。そう。ドーナツのドとレモンのレって感じ？ミはなんだっけ？ミは何？はみんなのあ、そうなんだ。英語は ME の ME のミなんだよね。でも多分英語だったら頭文字でそうやって取るっていうのあんまないかもしれないね。英語の帰国子女の試験の時にしりとりを英語でしろっていう問題が出て全く分かんなかったの覚えてる。ミラベル庭園と宮殿の方にやってきました。綺麗だね。
めっちゃ綺麗。わあ、晴れてよかったね。すごい綺麗な湖。この外観だけが映画で使われたんだって。中はハリウッドでセットで。あ、そうなんです。そうそうそう。だからほんまに外だけ見に来ただけ。こっち側だね。通り抜けた先にありました。綺麗。とってものどかで素敵なところに来たね。だいぶ中心部から離れてるけど、すごくリフレッシュになりますね。本当にこう最近の天気のせいで自分の部屋の窓も真っ白だし、世界から閉ざされたような気分になるので、今日本当に綺麗に晴れた。本当に綺麗だね、ここ素敵。正直1人8ユーロの入場料はちょっと高いけど、まあ仕方ないか。怖い。怖いな。子供用のエリアがすごく充実している。食べる用のガンツ、今年食べれなかったけど、まだねガンツは食べれてないんですよね、私だけ。ゆうくんは食べたよね。ドンキいます。初めて見た。この間さ、ちょうどさドイツ語のレッスンでブレーメンの音楽隊をドイツ語で読んだんだよ。でその時ドイツ語の先生と2人でさ、実際にドンキーなんて見たことないよねっていう話をしてたばっかりなんだよね、この間。シャーフェ、ドイツ語の勉強になるね。フーテン見て、あそこでドスッと座ってさめっちゃ可愛い。重鎮感あるね。だってさ、他のさウサギはこっちでみんなでさ食べてんだけど、あの子だけドスッとすごい。あ、帰ってっちゃった。なんかシャイだね。なんかちょっと出てきてさ、みんなに見られてる僕って言って入っていったねわあ、すごい。豚、これ何？世界一高いとされる脂肪量です。極上の肉質味。極上の肉質。食べられる国何？食べられる国宝。宝？非常に高価で取引されてる。非常に高価で取引されてる。やばい、美味しそうにしか見えなくなった。ハンガリーの国宝級食べ物。マンガリッツォ。マンガ
カリッツァ世豚。界一高い。子供からしたら最高だね、ここは。それ8ユーロ取るね、とってもいいね。美味しそう。ハーブの味がする。クリスマスマーケットってあんまり量多くないから、なんかこういうこれ1個あったらお腹いっぱいになりそうだね。飲み物を注文したら入場券があるかどうか聞かれて、入場券を出したら飲み物代が無料になって、僕のデポジット代4ユーロずつお渡ししました。1ユーロなので、入場券に飲み物代が含まれる場合のクリスマスマーケットでだいたい5ユーロなので、飲み物が実質3ユーロ、私が飲んでるのが、私が一番クリスマスマーケットで好きな飲み物、ブリューモストで、アップルプッシュとすごく味が似てるんですけど、何が違うか一回お店の方に聞いてみたら、なんか熟成度のアップルリンゴ酒の熟成度の違いみたいな感じで言われて、まあでも味はすごく似ています。忘れるところだった。落とすよこれ、知らなかった。すぐ出た先にたまたまあってよかったね。ここがサウンドミュージックで登場していたガラスのパビリオン。ザルツブルガーノッケルを食べたくて、このレストランに入りました。ちょっと25分ぐらいかかるそうなので、これはオーストリアンミートボールズって書いてたね。マッシュポテト。めちゃくちゃうまい。うまい？めちゃくちゃうまい。やばい。このマッシュポテト最高。美味しいな、このグレービーソース。アメリカで食べてたグレービーソースにそっくり。ダンケシュン。ダンケシュン。すごっ。ちょっと待って。これは22ユーロするわ。すごい。すごいな。ザルツブルグの周囲にある山をイメージして作られたメレンゲのデザートだそうです。プルンプルンだ。これが持ってこられた瞬間から周りの視線がすごく感じる。いくよ。すごく柔らかいよ。ほら、ボワってスフレみたいな感じ。こんな感じ。どちらかというと陰キャだから、今多分顔めっちゃ赤くなってる。すごいね、これが来てからの視線をめちゃくちゃ感じる。ふわふわ、結構甘い。マシュマロっぽい、マシュマロっぽい。下にいっぱいベリーのソースがある。うわ、熱々だ。これがちょうどいいね。この甘いのとしょっぱいので、これ結構甘いよね。多分これだけだったら絶対しんどい。絶対しょっぱいのがあってよかった。ベリーのソースは割と酸っぱいかな。しんどくなってきた。美味しいんだけど、今ものすごい血糖値がガーン上がってるのがわかる。ザルツブルク24時間で回れたね。いつのクリスマスマーケットとサウンドミュージック聖地巡りと、あとザルツブルクの主要観光スポット全部24時間で回りました。できます。
ザルツブルグ24時間の旅、皆さんいかがでしたか？今日はこれを完食してからウィーンで車でまた帰ります。ザルツブルグの街はもうとっても可愛らしくて、クリスマスマーケットもウィーンとはまた別の良さがあってとても素敵でした。これからもウィーンでの日常生活やヨーロッパでの旅 Vlog を投稿していこうと思います。もしよかったらチャンネル登録とコメントでぜひ感想をしてください。それでは次の動画でお会いしましょう。チュー、はい、やっぱりこれだね。面白すぎるんだけど、アンパンマンにしか見えない。めっちゃアンパンマンやんこれ。これもかわいいな。ザルツブルグで初めてドンキーを、本物のドンキーを見たのでこれ買っちゃいます。